量子学的の世界に因果律は本当に存在しないのか。因果律は量子学的における自明の理です。因果律とは原因と結果の関係を指します。因果律とは事象 A が事象 B を引き起こすことを意味します。事象 B が事象 A に依存すること、これこそが因果律であり、科学の本質であり、量子学的の本質であり、あらゆる存在の観測の本質です。したがって、因果律が量子学的に存在することは間違いありません。因果律なしに科学を構築することはできません。因果律を否定することは、すべての実験科学を否定することです。しかし、量子学的の問題は何でしょうか。量子学的の問題は、決定論と呼ばれるものに関係しています。決定論とは何か。決定論とは、事象の時間的枠組みです。事象を時間的枠組みで順序つけること、これが決定論という名前です。量子学的の問題は決定論に関するものであり、因果律に関するものではありません。なぜなら、量子学的における時間は不明瞭であり、量子学的における事象の時間的枠組みは科学者には明らかではありません。量子学的における時間については、多くの書物があり、様々な解釈があります。したがって、時間の理解は量子学的において最も複雑な事柄の一つです。そのため、一部の科学者は、量子学的には決定論が存在しないと主張しています。しかし、実際には、決定論さえも量子学的において確立され、正しいことを確認する多くの研究が存在します。例えば、ブーム解釈などがあり、最近ではブーム解釈を裏付ける科学論文も発表されています。しかし、これらすべてを考慮しなくても、因果律は量子学的における自明の理です。量子学的における因果律の必要性について書いた科学者の中には、量子学的における最大の科学者の一人であり、ノーベル賞受賞者であるマックス・ボルンがいます。マックス・ボルンは、原因と偶然の自然哲学、ナチュラルフィロソフィー・オブ・コーズ・アンド・チャンスという本を執筆しました。この本の中で、彼は因果律と決定論という章全体を割いて説明しています。この章でマックス・ボルンは、因果律と決定論の違いを明確にし、決定論は事象の時間的枠組みであるのに対し、因果律は事象 B が事象 A によって引き起こされる順序であると述べ、次のように語っています。物理学が因果律を放棄したという考えは、全く根拠のないものである。Physics has given up causalities entirely unfounded。因果律とは原因と結果であり、量子学的も他のすべての科学と同様に因果律に従います。因果律は、あるクラスの対象 A の発生が、別のクラスの対象 B の発生に依存するという法則が存在することを前提とする。ここで、対象とは、あらゆる物理的物体、現象、状況、または事象を意味する。A は原因と呼ばれ、B は結果と呼ばれる。Causality postulates that there arose by which the occurrence of an entity B of a certain class depend on the occurrence of an entity A of another class. Where the word 一重引用符 entity 一重引用符 means any physical object, phenomenon, situation, or event. A is called the cause, B the effect. そして、彼は重要な言葉を付け加えました。因果律は、量子学的における公理である。私たちは、純粋に情報的な原則から、量子理論を導き出す。5つの基本的な公理、その一つが因果律である。We derive quantum theory from purely informational principles. 5 elementary axon, causality。これらは確立された事実ですが、残念ながら、科学の名のもとに一部の若者の心をもてあそぶ者たちがいます。なぜ無神論者は、因果律を疑うのでしょうか。なぜ量子学的において因果律が崩壊すると仮定しようとするのでしょうか。因果律のような巨大な理性的証明を崩壊させようとしていると想像してみてください。なぜ無神論者がそのようなことをしようとするのかご存知でしょうか。おそらく答えは単純です。健全な理性的構造は、神論に反するからです。因果律のような理性的自明の理は無神論に反するのです。量子真空からの粒子の出現、無から有が生じるのか。量子真空から常に粒子が出現するという仮説は2000年代初頭に無神論者たちが最も頻繁に用いた欺瞞の一つでした。彼らは無から粒子が現れると主張していました。しかし、彼らが私たちに語らなかったのは物理学における無ナッシングという言葉が文字通りの無、すなわち虚無、ナッシンな図ではないということです。それは実際に存在する何かなのです。物理学における無は量子真空またはコンタム真空と呼ばれます。これは専門用語としての真空であり、虚無を意味しません。この真空は時間、空間、物質、エネルギーの枠組みの中に存在し、
排除不可能な量のエネルギーを含んでいます。ここで起こることは、このエネルギーが仮想粒子へと変換され、その後すぐに粒子が消滅するという現象に過ぎません。それだけのことです。したがって、量子真空は虚無から粒子を出現させるものではありません。そうではなく、エネルギー上、時間、空間から生じているのです。そして、宇宙は物理学者の合意により、時間も空間もない状態から出現したのですから、この現象が宇宙の誕生と何の関係があるというのでしょうか。さらに奇妙なことに、量子真空から出現するこれらの仮想粒子は、真の価値を持ちません。だからこそ、それらは、仮想粒子、バーチャルパーティクルズと呼ばれているのです。それらは真の粒子に変わることはありません。それらは仮想粒子であり、物質に変わることはなく、そもそも物質でもありません。出現するとすぐに自ら消滅するのです。量子真空からの粒子の出現、誤解の根源。量子真空から現れる粒子が物質に変化するには、物質やエネルギーとの相互作用が必要です。つまり、量子学的においてこれらの仮想粒子を得るためには、以下のものが必要となります。場所、時間、最低限のエネルギー、0点エネルギー、0ポイントエナジー、ZP。結局のところ、これらは仮想粒子であり、もともと物質ではありません。出現するとすぐに消滅します。無神論者が非論理的な仮説に傾倒する理由。ここで疑問が生じます。なぜ無神論者はこのような仮説に飛びつき、その上に幻想の砂上の楼閣を築くのでしょうか。なぜ彼らは、非論理的で非現実的な事柄を仮定するのでしょうか。答えは単純です。無神論は、魔術や迷信に訴えかけることによってしか勝利できないからです。宗教は、理性の偉大な勝利の一つです。宗教こそが、理性にとって最大の勝利なのです。しかし、無神論は、悲惨な仮説しか持っていません。それは、彼らの苦悩の証拠なのかもしれません。創造主の存在の証拠とは何でしょうか。宇宙の創造主の存在を示す証拠は数えきれないほど多くあります。その創造、恵み、存在、そして完全性を示す証拠は枚挙にいとまがありません。クルアーン、聖典は、創造主の存在を示す主要な3つのレベルの証拠と、その他多くの補助的な証拠を提示しています。ここで疑問に思う人もいるでしょう。クルアーンを信じない無神論者に対して、どのようにクルアーンを根拠に主張するのか。答えはこうです。私たちは、クルアーンが提示する理性的な証拠を創造主の存在の証明として提示します。これらの証拠は、クルアーンを信じる者と信じない者の両方にとって、その正当性が等しいものです。なぜなら、それらは理性に基づいた証拠だからです。クルアーンが提示する3つの主要な証拠は以下の通りです。1、存在の証拠。作られたものすべて、つまり、存在しなかった後に現れたものには、必ず作者、すなわち存在させたものがいます。そして、宇宙全体は、その中の物質、法則、天体を含めて、作られたものであり、地球上の科学者の間で異論はありません。宇宙は、存在しなかった後に現れたのです。存在した作られたものは、存在させたものをより確証する証拠となります。これは、すべての人類が認める自明の理です。スティーブン・ホーキングはその有名な著書、時間の簡潔な歴史の中で、宇宙に始まりがあるという事実には、宗教的な含意があると述べています。物理学者フランク・ティプラーは、私は無神論者としてキャリアをスタートさせましたが、物理法則の存在が私を創造主への信仰へと導くとは夢にも思いませんでした、と述べています。存在するものすべてに、その存在者を示す証拠があるのです。したがって、宇宙のあらゆる原子、あらゆる粒子、そして原子のあらゆる活動は、創造主の存在に対する幾重にも重なる証拠です。この存在、これらの原子、これらの粒子、そしてその中のすべての物質を含むこの宇宙は、偶発的かつ作られたものであり、永遠ではありません。宇宙は、そのすべての法則と原理をもって、自らでは完結していません。これらの科学的自明の理があなたの心に定着すれば、あなたの理性は存在させたものへと向かい、この宇宙には間違いなく創造主がいることが証明されるでしょう。これは、存在の証明と呼ばれ、聖クルアーンの多くの聖句がこの証明に私たちの注意を向けさせ、私たちを深く考察し、瞑想するように促しています。聖クルアーンにおける唯一なる神のお言葉を読んでください。いえ、天地にあるものを見なさい。信仰しない人々にとって、印も警告も何の役にも立たないであろう。聖クルアーン第10章ユーヌス、101節。また、聖クルアーンにおける神のお言葉を読んでください。彼らは天地の王国と、神が創造されたすべてのものを見なかったのか。聖クルアーン第7章アルアーラーフ、185節。創造されたものすべて、作られたものすべて、存在するあらゆるものには、創造主に対する理性的証拠と直接的な証明があるのです。創造主の存在を証明する第二の証拠は、
完全性の証明です。2、精巧さの証拠。存在するものすべては、多く観測された最小の粒子から最大の天体に至るまで、何らかの機能的な複雑性を帯びています。機能的な複雑性とは、特定の専門的な、そして明確な機能を果たすことであり、それは精巧さを伴います。この精巧さ、この機能的な複雑性は、単なる存在を超えたもう一段階のレベルです。存在は一つのレベルです。機能的な複雑性、精巧さは、単なる存在を超えたもう一つのレベルです。あなたの周りを見回せば、あらゆるものが特定の機能を果たすように特定の形で設計されていることがわかるでしょう。原子の最も深い部分を見ても、多く観測された最小の粒子は、特定の任務を遂行するために特定の形で設計されていることがわかります。原子、光子、物理法則、エネルギー、すべてが機能を持ち、任務を遂行しています。放射性元素でさえ、地球の層を分化させる上で不可欠な役割を担っています。原子間の結合、つまり分子を形成するために原子間で行われるイオン結合や共有結合などの化学結合も同様です。原子は特定の結合を受け入れ、他の結合を拒否します。例えば、ナトリウム原子は塩素原子と結合して食塩を形成しますが、セラミックを構成する原子は皮膚細胞の原子とは結合しません。この驚くべき結合と結合拒否の例は、私たちの周りに存在するすべての魅惑的な形と多様性をもたらしています。あなたの周りのすべてのものは、機能的な複雑性を持ち、すべてのものは特定の目的のために奉仕しています。この複雑性、奉仕、そして精巧さこそが、創造と創造性の証拠です。だからこそ、オックスフォード大学の量子学的教授であり有名な無神論者であるデイビッド・ドイッチは、無神論者が陥った状況を嘲笑して言いました。もし誰かがこの宇宙とその法則の精巧さや正確さに驚かないと主張するなら、彼は単に頭を砂に埋めているだけだ。驚きは多く、予想外なのだから。宇宙の精巧さは科学者たちを驚かせます。そして、聖クルアーンには、精巧さの証拠について語る聖句がいかに多いことか。聖クルアーンの中で唯一なる神は述べています。これは、万物を精巧に作られた神の創造である。聖クルアーン第27章ナムル、88節。また、神は述べています。その創造したすべてのものを完璧にされた方。聖クルアーン第32章サジダ、7節。また、栄光ある神は述べています。あなたの至高なる主の御名を賛美せよ。創造して、整えられた方、定めを設け、導かれた方。聖クルアーン第87章アーラー、1から3節。聖クルアーンには、この崇高な理性的証拠、すなわち精巧さの証拠を裏付ける多くの聖句があります。しかし残念ながら、この精巧さは、熟考する前に詭弁を準備する多くの無神論者にはあまり響きません。だからこそ、デイビッド・ドイッチは彼らを、頭を砂に埋めている、と表現したのは適切でした。私はあなたに、ランオーキッドの精巧さを熟考することを勧めます。ランはメスの蜂の姿と完全に一致する形をしており、オスバチが受粉しようとして近づくと、花粉がその頭にくっつきます。オスバチは、別のランでも同じ行動を繰り返し、知らず知らずのうちにランの完璧な受粉を助けるのです。さらに驚くべきことに、ランは形だけでなく、メスの蜂が分泌するのと同じフェロモンを放つことで、オスバチを引き寄せるのです。この驚くべきランの花をじっくりと見てください。そして、この花が自らの意志を持たず、何も計画していないことを忘れないでください。ランの受粉という奇跡的な特性にもかかわらず、ランは他の生物と完璧な生態学的バランスを保って生きており、他の植物を犠牲にして地球上に蔓延することはありません。創造主は、あらゆるものに驚くべき創造の技を宿らせています。チャールズ・ダーウィン自身も、その死の1年前、ランの行動が彼の心を打ち砕くと認めました。そうです。それは彼の不可知論と不信仰を打ち砕いたのです。しかし残念ながら、現代の一部の無神論者たちは、これらの事柄や証拠に心を打ち砕かれたり、影響を受けたりしません。彼らはすでに準備された詭弁の状態に陥っているからです。もし彼らが精巧さの証拠を熟考したなら、どれほど驚くことでしょう。偏見なく真実のために精巧さの証拠を考察する者は、必ずや創造主、始まりを与え、形を作り、導き、全知で賢明で全能なる神を認めるでしょう。もしあなた自身で神の精巧さの証拠の一つを観察したいのであれば、医療検査室に行き、私たちの体内のホルモン調節の基準を見てください。例えば、成長ホルモンの血中濃度を見てみましょう。5ナノグラム。簡単な数学的計算で、このホルモン 1g が未知との人間に分配されていることがわかります。
この驚くべき精度を見てください。もしこのホルモンの割合が1億分の 1g というわずかな量でも増えれば、巨人症につながる可能性があります。もし1億分の 1g というわずかな量でも減れば、小人症につながる可能性があります。成長ホルモンのこのわずかだが驚くべき増減によって、骨格構造全体に完全な変化、すなわち巨人症または小人症が引き起こされるのです。次に、アドレナリンというホルモンを見てみましょう。この驚くべきホルモンは、恐怖や危険を感じた時にその効果を感じさせ、心拍数を速め、筋肉に血液を送り込み、注意力も高めます。このホルモンは、あなたの血液中で驚くほど正確に調節されていることがわかるでしょう。簡単な数学的計算で、このホルモンのスプーン1杯の量が、おおよそ数万人の人間に分配されていることがわかります。スプーン1杯が数万人に分配されるという精度を想像してみてください。これほど驚くべき精度と精巧さを見ることはないでしょう。私たちの主は、ヘイ・クルアーンの中で述べています。実に、我々はあらゆるものを定められた運命に従って創造した。聖クルアーン第54章カマル、49節。創造主の存在の3つ目の証拠は、思いやり、人類への思いやりの証拠です。サンケア、摂理の証拠、人間への配慮。あなたの生物学的機能、ホルモンの正確さ、そしてあなたが住んでいる、恩恵と善意のホテル、食物を生み出す大地、恵みの雨を降らせる空に目を向けてみてください。人間は自らの食物を見よ。我々は水を豊かに注ぎ、その後、大地を裂いた。クルアーン第80章アバサ、24から26節。あなたの周りには、完璧に整ったホテルがあります。そして、あなたの価値観を律し、常に良心の呵責を与える、あなた自身の内なる、フィトラ、本性があります。誤りを犯したり、不正をしたりすれば、自らを正す必要を感じるでしょう。さらに、あなたのもとに訪れた預言、すなわち知識と行いを律するために使わされた預言者たち、そして数えきれないほどの恩恵。これらすべてを熟考するとき、あなたはケアの証拠の意味を理解するでしょう。単なる成功さだけでなく、あなた、人間への配慮と奉仕があります。あなたの周りのすべては、あなたのために奉仕しているのです。アメリカの天文学者ジョン・オキーフが言うように、あなたの周囲のあらゆるものの構造は、あなたが大切にされていることを示しています。私たちは、神の配慮に包まれているのです。そして、偉大な章や発見は、宇宙における神の配慮の側面を明らかにするものであり、科学者たちはこれらの発見に対して賞を受け取ります。なんと多くの恩恵があることでしょう。フィトラと預言による導きの恩恵、そして現世の糧の恩恵。私を創造され、その後私を導かれる方、そして私に食物を与え、飲み物を与えられる方。クルアーン第26章アッシュアラー、78から79節。宇宙を観察するたびに、あなたは自分自身のための奉仕のさらなる側面を発見するでしょう。不可知論者の遺伝学者マイケル・デントンは、彼の著書、自然の運命の中で、この奉仕と、あなたの周りのすべてがあなたのために調整されている基準に関する数千もの科学的証拠を列挙しています。この分野におけるこの本は感動的であり、バラヒーン・センターが感謝すべきことに翻訳し出版しています。私たちの主は、ヘイ・クルアーンの中で述べています。あなた方は見なかったのか、アッラーが天と地にあるすべてのものをあなた方のために奉仕させ、あなた方に目に見える、また目に見えない恵みを豊かに与えられたことを。それにもかかわらず、人々の中には、何の知識もなく、導きもなく、光り輝く書物もなく、アッラーについて論争する者たちがいる。クルアーン第31章ルクマーン、20節。すべての人間が知っている数えきれないほどの恩恵があります。しかし残念ながら、人々の中には、何の知識もなく、導きもなく、光り輝く書物もなく、アッラーについて論争する者たちがいる。クルアーン第22章8節。